実は私、Yesterday に全然刺さっていない。中国 BL 原作が大好きで、複雑なキャラクターも強い感情も大好き。そんな私が刺さらない。条件は全部揃っているはずなのに、なぜか心が動かない。ずっとその理由がわからなかった。でも最近やっと言語化できた気がする。今日はその話をしたい。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。今日のテーマは、なぜ Yesterday のケビンを許せないのか。最初に断っておくと、 Yesterday が誰かの心を強くつかむ作品だということはちゃんと分かっている。これは作品の優劣の話ではなく、私が何を軸に BL を見ているかという話になる。その軸を一言で言うと、罪そのものではなく、その人がどれだけ罪を背負っているかが核心。ケビンの感情は激しい。生い立ちもわかる。なぜ彼がこうなったかも理解はできる。でも理解できると許せるは全く別の話。わかりやすく仕事の話で考えてみよう。CEO が重要な株主総会の前日にマネージャーへ、明日の朝9時に来てほしい。10時から発表があると伝えた。でも当日マネージャーは現れない。電話にも出ない。9時15分になってようやく、おばが突然亡くなってと連絡が来て、到着は9時50分。発表には間に合った。突然のことで本人にはどうにもできない事情だったことは理解できる。でもチーム全体をリスクにさらした事実は消えない。事情と責任は私の中では別問題。ただ、もし亡くなったのがおばじゃなくて娘だったら、一気に許せる領域に入ると思う。娘とおばでは重さがまるで違う次元だから。つまり私が見ているのは、理由の重さと与えたダメージの釣り合いが均等かどうか。ケビンがビアーに与えたダメージは明らかに理由の重さを超えている。だからバランスが崩れて許せない。ここで全く逆の反応をした作品がある。それは最近リリースされた36。あのやるせなさが行き場を失って、思わずポラロイドカメラを買いに行ったくらい。ここまで自分を壊しに来るシーンに出会えることって本当に貴重だと思っていて、一生の宝物として絵日記という形で残しておきたいと決心した。出来上がったらポストでシェアしますね。でも冷静に見れば、頭もまた許されないことをしている。好きでもないロイエの姉と結婚し、愛を与えられなかった結果、彼女は心を病んだ。構造としてはかなり重い加害だった。それなのに私は頭には飲み込まれたのに対して、ケビンには反応しなかった。この違いは何か。答えはどこまで自分で背負っているか。頭は自分の選択で他人を傷つけた。でも同時に自分自身も深く壊れ、その全てを背負っている。でも愛という名目でロイエに負担をかけることは一度もなかった。このやるせなさを全て一人で飲み込んだところに、感情が一気に持ってかれた。一方、ケビンの理由は理解できる。でも私の目には与えたダメージに対して背負っているものが釣り合っていないように見える。ヴィアーに正直になるチャンスは何度もあった。でもケビンは最終的に権力を選んだ。ヴィアーへの愛は本物だと思う。弱者では愛を守れない。だから権力でそばに置こうとした。理屈は通っている。でも結局は自分が思う愛の形を貫きたかっただけ。ここで一つ、ケビンに感情移入できる人の見方にも触れておきたい。実際私もその視点は理解できる。ケビンは最初から間違っていることをしているという自覚があるタイプではない。彼の中ではそれが愛の形だった。弱いままでは守れない。だから力を持って相手を自分のそばに置く。その発想自体は彼の生い立ちや環境を考えれば筋が通っている。だからこそ、そこまで追い詰められていたなら仕方ないと感じる人もいるのもわかるし、むしろあそこまでやりきったことにリアリティを感じて高く評価する人がいるのも納得できる。つまりケビンに刺さる人は
その行動が正しいかどうかではなくて、そこまで行かざるを得なかった内面に共感しているんだと思う。ウィアーの親友リットの死はケビンが直接手を下したわけではない。でも間接的な関与はあった。あの日リットを殴って気絶させなければリットは死ななかったはず。自分の愛のために無実な人間を死なせた。あの瞬間、完全に私の中の許せるラインは超えている。ウィアーを監禁していることも賛同はできないが、ウィアー自身が逃げないという前提があるなら、2人で生きていくという形としてまだ整理することはできる。でもリットの死は違う。あれだけはケビンが同等の代償を払わない限り、今のところはどうしても許せない。ドラマはまだ最終章を迎えていない。だからこそどこかでホームランを打ってくれるんじゃないかとまだ期待している。また次回お会いしましょう。ではでは。